よろしくお願いします。こちらこそよはい。ろしくお願いします。どうします？ですね、もうちょっと癖があるのと、癖あ伸びると、りますね。伸びるとこう広がるんですよね。うんうんうん。それで、もう本当にショートばっかりずっと着てたんですね。うんうんうん。で、2回ほど、これ以上ちょっと伸ばしたことあるんですけど、ほうほう。かけたこともあるんです、2回ほど、20代の時。ところがどうしようもなくなっちゃうんですよね。いや、ストレートじゃなくて、パーマを。でもどうしようもなくて、その時よくても、2日後にはもうダメになってしまってて、やはり癖があるところにかけちゃうとダメだなと思ったので、ショートでずっと着てたんですよね。それでここ2、3年、2年ぐらい前かな、YouTube を見始めて、中田さんなんか映ってこう、みんなすっごい素敵なんですよね。カットするのが、こんな上手な人いるんだと思って、いや自分も切ってもらいたいなと思ったんですよ。で、若い時江戸橋で働いてたんですね。で、高島屋が近いじゃないですか。で、あそこの遠藤初子さんの教室で、あそこでショートでも切ってもらってたんですよ。でももうね、結婚して江戸川の方行っちゃうとそこまでって僕も江戸川出身です。どこですか？小岩です。あら、私は小岩と新小岩の中間なんですね。環七と一の絵じゃなくて、昔はね、松本町っていうのが広かったんですけど、今大杉っていうんです。前はね、松本町ってすごく広かったんですよね。だから本当にもう年寄り高齢者ばっかりしか住んでないんですけど、だから小岩の方だと15分ぐらいかかっちゃうんですね。新小岩だと10分で行っちゃうんです。あ、なるほどね。区役所があるところですね。そうです。あそこです。中央図書館とか文化センターとか、あそこが近いです。成人式やりました。あ、うちも娘はそこでやりました。ちょうど雪が降って。ちょっと髪の毛の話に戻ります。はい、そんなわけで、本当に伸ばしたことないんですけど、短い状態で長津さんのところに行ってももったいないと思ったんですよね。だからもったいないっていうのは結局変化がね。そうそれで、じゃあ伸ばそうと思ったらね、人間って気の持ちようってすごいなと思ったんですけど、前は一月に1回切りますよね。ところが今回長津さんのとこ行きたいなと思うと平気なんですよね。伸びてくるのが。娘にもゆっくりでいいからね。伸びた方がいいからねとか言ってたんですけど。どういう感じがいいかな。でもちょっと確かに量は多いですね。しっかりあるから。これでもね、少なくなったんですね。ああ、なるほどね。なんか下の方もショートが一番簡単で似合うかなって自分で思うんですけど、せっかく伸ばしたからパーマもかけてみたいなとも思うし、だけど、そこはもう長津さんから見てショート、あなたはショートがいいですよって言われれば、はい、素直にもショートで。いや、せっかく伸びてるんでね、ちょっと大きめのパーマでもかけましょうかね。で、やっぱトップがペタってしやすくて、下はボワッと膨らみやすいんで、襟足はちょっとタイトにしていきたいかなと思います。はい、じゃあ行きましょうかね。じゃあちょっと後ろお願いします。じゃあこちらモデルさん、結構長いですね。伸ばして来ていただいて。5ヶ月になります。おお、結構伸ばしましたね。じゃあすごいショートだったんですね。一度も切らないで。そうなんだ。10月の末に切って、なるほど。ちょうど5ヶ月ですね。ありがとうございます。ボリュームポイントも相当下に落ちてるんで、ちょっと上に上げつつ、襟足タイトにして、横とかはね、ちょっとせっかく伸びてるんで、これを生かしつつ、でもちょっと毛先傷んでるんで、少し切りましょうかね。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。さあ、シャンプーは終わったんで、切りましょう。上品に、おしゃれにいきましょうね。はい。友達とも切ってもらうときって眠ってるんですね。いつも寝てる。はい。目をつぶっても寝てるんですけど、今日はもう。今日は起きててください。全然寝ても大丈夫ですよ。でも長戸さんは恋バとは思いません。なんなら昨日行ったんですよ。ちょっと打ち合わせで新小屋に行って。そう、なんか美容室のオンラインサロンのオフ会みたいなのが、オフ会定例会みたいな。それが会場が新小屋だった。そう。よし、じゃあよろしくお願いします。ちょっと下向いてください。じゃあ今日カット解説いきましょう。今日は、ショートレイヤーね、上品な特にボリュームのあるショートレイヤーいこうと思います。もうまず襟足はちょっと詰めていこうかなと思います。ブラントでいっちゃっていいです。結構重さは出していきたいんで、あんまりついたりとかねしないカットなんで、しっかりとアウトライン決めたら C シェイプで内側取る。はい。せっかくなのでちょっと長さは残し気味でいきたいな。あんまりショートっていう感じよりも、そうですね、残し気味でボリュームのある感じでいきます。で、そしたらヘムライン、アウトラインですね。アウトラインを切ります。アウトラインをこのヘムラインに沿って切ります。そうすると徐々にこう上に上がるような感じね。逆サイドも同様でいきましょう。はい。こうして、そしたら段入れていきます。はい、下からアウトライン、ここですね。ここからセイムレイヤーの角度で入れます。同じく
結局ボリュームポイントを上に上げたいんで、そういう場合はこうやってしっかりとこの襟足を締めていく。ショートはやっぱり襟足がすごい命になってくると思うんで、この辺のカットの作りっていうのはかっこよくいきたいかなと思います。よいしょ。はい、こんな感じですね。同様です。今日は銀座に行ってくるのよって何人かに話してるのでね。お、そうなんですね。楽しみに待ってる。見るの楽しみに待って。そう緊張しますね、僕。いい感じにしますよ。周りの人が。でも実際切ってるのはあれですよ。小岩出身の。もうずっと離れてもう十何年とか20年近いんで、よし、じゃあ月中段いきますね。はい、同じ角度でいきましょう。で、同じ角度でいくってことは、セームレイヤーにならずに、今度中段がグラデーションになります。この角度ですね。ここの襟足の角度のそのままの延長線上で切ります。そうすると、ここにウェイトポイントが乗っかってくるんで、これを全部合わせて、オンベースで切ります。はい、しっかりと根元からコーミングして、はい、前行きましょう。ここからはハの字スライスオンベースでいきましょう。こういう形ですね。こうすると襟足相当締まってきます。これを狙ってますね。はい、まあこのまま切り進めましょう。長さは残しとくって言ったんですけど、ここから上は残しとくんだけど、この襟足まではしっかりといきたいかなと思います。上段ですね。上段も上と下で分けます。この頭の形の角度がついているところなんで、同じ角度でいいです。下のグラデーションのまんまいきましょう。こうです。グラデーションの状態で切ります。こうですね。だいぶ形が綺麗になったと思います。はい、こんな感じ。はい、最後上段ですね。上段は引き上げたら、ここはちょっとセイムレイヤー調でいきたいかなと思います。こう上げて、セイムレイヤー調。そうすることによってここに頭の丸みが出ますね。だいぶいい感じに。頭の形を良くしないとやっぱりダメだと思うんで、カットで頭の形をきれいにしつつ、ここにワンカールのパーマが乗ってくる感じですね。よし。はい。そしたら、まずバック見てもらいましょうかね。こういう感じ。丸さをしっかりやりつつ、襟足をタイトに締め込んでいった感じですね。そしたらサイドいきます。サイドは長さの印象を決める大切なところなんで、ここを今横までをこの角度、この襟足からの登ってくる角度でイヤートゥーのとこまで切りました。この長さでいきます。ほとんど切るとこないですね。1センチちょっと。耳たぶの下ぐらい。耳たぶの下、指1本分ぐらいで C シェイプで取って、こんな感じ。こうですね。長さをキープする。で、そしたらこのままオンベースで後ろのこの中段に入れたグラデーションの角度のまんまいきます。オンベースなんでそのままの角度で来るはずです。この形ですね。はい。じゃあ上行きましょう。上も先ほどと同じです。後ろと同じ。オンベースは前に少し倒すイメージですね。で、顔周りはちょっと繊細に。どうしてもやっぱり白髪染めとかもしてる場合は、髪の毛ここら辺が細くなってる場合があるんで、そこら辺をあんまり切りすぎないようにしてください。次行きましょう。再同様ですね。いいんじゃないでしょうか。はい。じゃあこのままパーマいきます。切りましたね。でも前から見ると結構長さ残ってる感じですね。いい感じです。じゃあパーマいきましょう。はい、準備します。はい、じゃあ今日はパーマですね。ボリューム感出していきたいんで、はい、使用薬剤がルーチェシステアミンのノンアルカリパーマ液に、これだけだとちょっとパワーが還元力強いんで、リッチ 10% 混ぜてます。ルーチェにリッチ 10% ミックスは結構鉄板で、こういう髪質、柔らかいとか、ちょっとダメージが起きそうな髪質には最適です。でもって、まあ、コールドパーマなんで前処理します。基本僕、カラーもデジパーも宿毛矯正も前処理しないんですけど、コールドパーマはします。はい、まずディープケラチンですね。の2倍希釈。やっぱり張り腰を出していきたいんで、ディープケラチン使います。全体につけたら、インフォームですね。インフォーム。髪の強化剤っていうのをつけます。でもう、パーマはオールパーパスでいきます。はい。つけ巻きしていっちゃいます。はい。もう特に技術的なものはないんで、定点でいきましょう。パーマは、じゃあ久々ってことですか？20代の時に2回ほどかけただけで、それからもう後がどうしようもなくなっちゃうんですよね。ああ、なるほどね。その時はいいんですけど、その時はいいけど、今度シャンプーして、でこういう多分ね、強くかかりすぎたんだと思う。
なんかねかかりやすいって言ってましたね。そうかかりやすそう、でグリグリにかかっちゃってでチリチリしちゃうパターンだと思うんですけど、今回このノンアルカリ系なんですごい柔らかいです。本当にふんわりすればいいかなぐらいで思ってるんで、嬉しいですね、そんな風にかかったら。あんまりなんかグリグリしてると当てた感出るじゃないですか。パーマめっちゃかかった感出るから、そうなんですね。だからやはりパーマ合ってないんだなと思って、いつもカットだけにしてたんですね。カットだけどどうしてもね、なんか欲しいところにボリュームがないですよね。それでね数えたんですね。50過ぎから何年ぐらい美容室行ったかなと思ったら20件行ってました。20件50歳を過ぎてからカットしてもらうじゃないですか。初めいいなと思ってもこう2回3回行くとちょっと嫌だなと思ってまた次の新しいとこ行ってってその繰り返しでいい美容師さんが仕事辞めてしまったりとかね、あるあるです。転勤じゃないけどお店がちょっと遠くに行ってしまったとか、そういうもんね通ったことあるんですよね。そこですごくいいなと思った方いたんですけど、金町の方行ってしまったんですよね。金町だと金町遠いですよね。金町遠いんですよね。小岩からまた終点までのバスで2、3回通ったんですけど、金町遠いなちょっとなと思って、また違うとこ探していってっていうそんな感じが、あと愛国学園の方に愛国学園懐かしい行ってみたりとか、見てる人わかんない小岩にある女子校です。そんな感じで本当に数えてみたんですよ。これぐらいで20回は軽く言ってると思ったんですよ。それで長津さんの方 YouTube で見て、ぜひ自分もカットしていただきたいなって思ったんですよね。で娘に話したら、なんかちょっと調べてあげるって言ってくれて、お嬢さんからねメッセージいただいて、お嬢さんもじゃあ動画仕上がり楽しみにしてるんじゃないですか。ちょっと嫌ですね、いや本当に嫌ですよね。頭だけ写ってんならいいですよ。若い時の写真も結婚式の写真も全部処分しちゃいました。なんでもういや残すことないと思って、子供たちも見ることもないだろうと思ったから全部捨てちゃいました。なんでどれぐらい嫌なんですよ写真って。だから今回は本当ショックです。今回はがっつり動画なんで本当怖いです。見れないですね、自分ではね。大丈夫ですよ、綺麗に映ります。加工してくれるんですか。加工しないでも大丈夫、お綺麗ですって。加工はでもご存知なんですね。いやなんか見るときにね、スマホなんか撮っていろんな加工もできる。そういうのちょっと見たことあるので。加工はごめんなさい、加工はちょっと出てきない。ちょっと頭だけの方。いや、それ言ったらもう僕も岩崎もものすごい数の動画を出てるんで。私YouTube がテレビの画面で見てるんですよ。みんなそうですよね。皆さんスマホなんかだと疲れちゃってね、見れないですよね。テレビで見てる人が多いみたいですね。ケーブルテレビなので。ケーブルテレビ。それで YouTube が見れる。なんでその見れるようになったかが覚えてないんですよね。息子も教えてくれたのかね。あれじゃないですか。インターネットがつながってるからじゃないですか。いや、やってないんですよ。インターネットってやってないです。どういうことだ。どういうこと。ケーブルテレビで。ケーブルテレビ、でもケーブルテレビって多分。リモコンで簡単に YouTube ってちょっとと。そうなんですよ。いやちょっと僕家のテレビがインターネットにつながってて、それで一応僕ん家は見れるんですけど。私はインターネットそんな難しいこと全然できない。ケーブルテレビ。ただリモコンでこう見れるんです。朝起きるともう必ず YouTube。NHK は天気予報だけですね。NHK で ZIP とか見ないですか。見ない。もう民放も全然見てない。YouTube のが多い。虎ノ門ニュースとか文化放送局とかもう本当に今の結構ね、そういう方多いらしいですね。見てないですね。NHK は天気予報。まあね、いらない情報とかもいっぱい入ってきますからね。YouTube はね。昔は信じて見てました。信じてみたら信じ今信いや信じて報道してると思ってたんです。真実報道者をなるほど。でもこんなこと喋ってていいんですか。全然大丈夫ですよ。ちょっとこれ流せない。これカットしますね。大丈夫ですよ。俺結構カットうまい。裁判で訴えられたら困る。これは流せない。ちょっと待ってください。どこの話からつなぐ？どこの話からつなぐ？YouTube あれですよね。そっから行きましょう。YouTube はよく何見るんですか？だからその朝8時になると虎ノ門ニュースを見て。虎ノ門ニュース。見たことない。お仕事だから見てないですね。8時だとここにいますね。8時から2時間やってるんですよね。2時間？で私も見れないから。YouTube だけどライブでやってるんですよ。でも私も見れないから後で見るんですけど、見れる時はライブで見ますね。ニュースもいいですね。あれを見始めたらもう本当に新聞読むのもつまんなくなってし、NHK のニュースも
あ、またそこに行ってた。全然大丈夫。前はね好きでしたよ、朝ドラもね。ああ、連続ドラマ小説。映画ドラマも見てましたけど、はなんかだんだんね、い。うんうん。演技が下手だなと思うようになったんですよ。NHK はね、歌合戦、紅白歌合戦見たことないけど、紅白歌合戦。一度も見たことないんですよ。紅白、僕でもほとんどあの日仕事だったんで。昔から本当見たことない。大体演歌って好きじゃないので、演歌ダメなんですよ。演歌だけじゃないですよね。なんていうの、歌詞が嫌なんですよね、演歌の。ああ、なるほど。歌詞がね。恨み節みたいなのとか。嫌で嫌でも。それがあれじゃないですか。共感を得るんじゃないですか。嫌なものは嫌でいいんじゃないの。確かに。もうぐだぐだ嫌なんですよね。だから本当、番組も見ないでしょ。私は本当歌手わかんないですね。歌手。じゃあ民放のドラマも見ないか。まるっきり見ないですね。じゃあ僕の YouTube その中によく食い込みましたね。よく食い込んでくれましたね。今登録してるのすごく多いですね。あ、そうなんですね。でもいろんな美容師さんのも出てますけど、私長戸さん一番好き。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。こちらこそ本当お願いします。これでお時間を切ります。お疲れ様です。8分経過ですね。いいじゃないですか。このルーチェ独特のアルカリを使ってないんで、こういうグレーカラー、白髪染めをしてる人でも溶けないというか、なんだろう、とんでもなくすごいデロンってしちゃわない弾力のある状態っていうのを作れます。もちろんディープケラチンとインフォームを使ってるっていうのもあるんですけど、弾力のある仕上がりにしたいですね。で、モデルさんおっしゃってたんですけど、自宅でケアができないっていうのはかかりすぎが大体なんで、しっかりといきましょう。よし、じゃあこれで中和します。じゃあ中和ですね。今回このカラーいくんで、オキシ離島のカラーの2剤ですね。オキシ 1.5% にケラフェクト 5% 入れてます。じゃあパーッと中和しますね。中和して5分2回でアウトですね。お疲れ様です。はい、柔らかくふんわりとかかってるはずです。まだ見えないですよ。楽しみにしてください。よくなじませます。いい感じですね。はい、こんな感じですね。ちょっと弾力のあるパーマスタイル。で、ルーチェノンアルカリなんで、このままカラーいっちゃいます。よし。じゃあカラー準備しますね。はい、じゃあ薬剤ですね。はい、今日使用するのこちらですね。14N クリア 2GB グリーンを1対1対1対 10% ですね。2GB に対して2になります。2対1対 10% ですね。11110% なんで。で、そうすることによって 14N だと発色はいいんだけども、やっぱり少しダメージだったりとかにつながりやすい、あと頭皮の刺激とかにつながりやすいのをクリアで薄めつつ、で、さらに 2GB でしっかりとした綺麗なグレーカラーっていうのを作って、グリーンは補色ですね。で、入れてるもの。まず、ショートなんで、ディープケラチン。もう原液 10% 入れてます。で、GLT も 10% 入れてます。インフォーム3プッシュ、パウタム。もうこれ、根元の薬に入れちゃってます。2g。これ、3g 入れてます。要は、張り腰もありつつ、さらに綺麗に染まって、透明感ありつつ、もう本当にケアできるカラーっていうのをいこうかなと思ってます。じゃあいきますね。はい、お願いします。仕事してないと本当は染めないんですけど、お仕事されてるんですね。そうなんです。お、いいじゃないですか。介護の仕事なので、真っ白な頭でね、行ったら、こんなおばあちゃんに自分がやってもらうの、お世話してもらうのってふうになっちゃうでしょ。そうですかね。だから気の毒なので、ちょっと一応染めて、なるほど。若く装ってるんです。若いよ。見えないかもしれないけども。全然ですよ。若く。さらに若くなりますよね。トップのボリューム感出て。あとね、3年ないんですよ。3年ない。80になるのも。あ、そうなんですか。全然見えないじゃないですか。そうですか。でも本当にね、真っ白で言ったらびっくりしちゃいますからね。おじいちゃんにしてもおばあちゃん。自分もそうですけど、おじいちゃんおばあちゃんですけど、こんなね大丈夫っていうふうに思うじゃないですか。思わない。いや本当に思いますよ。そうなんです。お年寄りの立場になったらね、髪の毛だけ黒いとちょっとごまかせるかなっていうのがあって、それでね染めてるんですよね。なるほど。だからもう仕事引退したら染めないで、白髪でね、と思ってるんですけど、ちょうどね今年で30年になるの、介護の仕事して。おお、すごいいいですね。こんなにやると本当思わなかったです。60でね一応辞めたんですよね。社員として働いてたんですけど、無理しちゃうと自分の老後がきついかなと思って。でもやってたの知ってるからしてちょうだいって言われて、してちょうだい。でやはりそれからが長いですよね。それからちょうだいから。じゃあちょっとねと思ったのが、ちょっとどころじゃなくて、そうなんですよ。でもね楽しいんですよね。あ、いいですね。楽しいからやっぱり続けてるんだろうなと思うんですよね。仕事が楽しいっていうのはやっぱ素晴らしいですよね。皆さんね、まずヘルパーやってるって言うと大変でしょうが第一声ですよね、皆さんね。でもね
ね、本当大変と思ったことないんですよね。うんそれがありがたいなと思うんですよ。待っててくれる人がいるっていうのがね、すごくいいですね。でも70代になってからね、はい自転車で3回ほど転んで怪我して、大丈夫ですか？めちゃめちゃ危ない。肋骨も折ったりとかね。アグレッシブですね。一度はね、前走ってた方がね、はいパッと四つ角でないのに右にパッと来たんですよ。避けれなくって転んじゃったんですよね。そしたらね、泥にこうなった時に口になんか入ってるんですよ。何と思ったらね、ブレーキ。自転車のブレーキが。口の中に入ってる。そう。なんでね、こうなってるじゃないですか。この右のブレーキが口の中入っちゃって。今背中こんなんです。なんで入れようと思ってって入んないじゃないですか。ところが今度入っちゃったんですよね。こうなった時に何か入ってると思ったらブレーキが入ってるんで、ゾワゾワする。と思ってて取ってねっておじいちゃんがね起こしてくれながらね、電電動は重いねとか言いながら。電動。そういう問題じゃそこ？ない。いやでもだからね、1週間ぐらいこんなになってね、本当。その時もマスクして。いやそのおじいちゃんいやでもね、ひどい。小岩っぽい。でね、そういう人いますよね。娘に電話して「お母さんつん工場に届けなきゃダメよ」ったけどね。結構事件性が。いや小岩っぽい。俺お前の自転車ちゃんと起こしてあげたじゃん。起こしてお前もちゃんとこうやって大丈夫ってやった。どうした？本当最低なんですよ。マジで最低で。そうなの？私初めて男性に踏み台にされました。人生で初めて男性に踏み台にされて。いやなんかあれなんですよ、自転車で2人で走ってたというか、走ろうとしたぐらいで岩崎隣にいて、私前ちょっと斜め前ぐらい。でその奥はよく歩道にある街路樹というこんぐらいの背のちょっと硬い葉っぱあるじゃないですか。竹とかになって枝がすごいで、なんか俺ちょっとよろってなって危ないと思ったら、ここに岩崎いたから「おっ!」っつって岩崎でやったら、岩崎は「あれ!」ってその枝にバキ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 。最低じゃないですか。それはしかもなんか別に起こしてくれたとか言いますけど、起こすまでにずっとなんかケラ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 笑ってて、笑う前に先ごめんって言えよ。はぁと。バキ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 って言って「ごめん!」っつってごめんってそんなすぐ出てない。出なかった。ケラ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 。その話をするために笑うからまた腹が立つ。イライラ。でも傷は残んなかった足とか。残ってないです。ああよかった。そんな深刻だったら僕も「いや大丈夫か?」ってなり言ましたよ。わないですよ。大丈夫か。いやいや笑うそんな深刻な感じじゃない。いやこれ言いますけど、深刻じゃないですからね。笑うんですよ。人をなんかこう支えにして自分が助かるために絶対なんかもう事故とかでも先に逃げるタイプでおいやめとけ。置いて、絶対もう俺が先に行くからって逃げるタイプ。ゆっくりゆっくり来いよって。なんか身代わりに越される。最低だね。行ってこいよみたいな。俺は行くからこっちに。ちょっと止めといて。すごいひどい男じゃん。やめてよ。ちょっとここカットしますね。ダメです。カットしづらいけど。これで時間を切ります。はい。ありがとうございます。はい、時間経過したんで。はい。失礼します。いい感じですよ。ザ・白髪染めみたいにはしないんで。パーマの具合もちょうど良さそうです。伸ばしていった方がいいでしょうか。ね、どうなんでしょう。長さですか？ああ、でも今日はどっちかっていうと長めのショートなんですけど、これぐらいがうまくスタイリングできてくるとかっこいいですよ。あんま短くしない方がいいと思います。あ、短くしない。はい。ただどうしても襟足にボリュームたまりそうな感じなんで、ここら辺襟足あたりはちょっとすっきりめでいってあげてもいいのかなと思いました。よし、じゃあこれで時間を置きます。はい、お疲れ様です。はい、止まりましたね。はい。でもって本当にパーマあれですね。そうそうそう。多分今までかけたやつより全然違う。よかった。そうですよね。結構かかりやすいからあんぐらい大きいロットで短時間でかけちゃった方がいいかなと思いました。じゃあ乾かしますね。じゃあ乾かす前に PLT ですね。これなんかツヤがすごい出るレブリンさんのミストってやつですね。軽くオイルつけましょう。リンクオイル。シャンプーとかリンスとか持ってきたいんですけど。ああ、ありがとうございます。ロットのシャンプーめちゃめちゃいいんで。ね、なんかそんな風にね。そうそう。髪が忘れないで強くなってくる。よし。じゃあ乾かしてで最後ちょっとドライカットします。はい。乾かし終わりました。ふんわりしましたね。そうですね。はい。さあ、このパーマすごいこれぐらいがいいですよね。そうなんですよ。こんな風にかかったことないです。もっと本当にそうですね。だからもうどうしようもなくて自分では。これもう本当手で乾かすだけでもいけるし、まあ一応美容院だからブローはしちゃいましたけど、まあでもすごい簡単だと思います。
上の方にバーってなるなんてね。ここね、ここがなんかボリューム感ないとどうしても老けて見えるというか、パーマかかってなかったらやはり無理ですよね。パーマかかってないとね、ホットカーラーって手があるんですけど、そうするとよりなんか毎日やるとパサついてきちゃったりとかするから、基本はパーマかけちゃった方がいいかなと思います。じゃあちょっと続きいきます。ちょっと下向いてください。よいしょ。もういい感じにこうレイヤースタイルかかってるんですけど、ここやっぱ重いんで少しここら辺をチョップで量削りたいと思います。ちょっと下向いたまんまですいません。もちろんすかないです。すきばさみ今日は使いません。そんなに軽くしすぎてもダメージの原因になったり、なんか逆にボリュームが足りない原因になったりするんで、この毛先の方をまず落とす。これだけで十分だと思います。若い時は必ずついてもらってましたね。髪の量結構ありますもんね。そう。でも今は必要ないと思いますよ。あと時代ですね。ついた方がかっこいい時代もありましたからね。やはり年を取ってきて少なくなったってもありますよね。うん、それもあるかもしれないです。でもしっかり量あるんで。あとパーマで結構ね、ボリューム感出たんで、やっぱボリュームですよね。髪のボリューム、髪のツヤっていうのがやっぱあれば一気に若く見えるかなと思うんで。ツヤがあると綺麗ですよね。そうなんですよ。そう。今日しかもパーマノンアルカリでカラーもリトーノのさらに処理剤たくさん入ってるんで、一回こう指一回通してもらってもいいですか。すごい。すごくないですか。ツヤ感と柔らかさと。そうですね。いい感じじゃないですか。よし。もうちょっとだけ切りますね。じゃあこの一番ボリュームほど嬉しいですよね。ボリュームいいですよね。でもちょっとだけ取りますね。ちょっと今このボリューム感、多いかな。よし。この中段のここですね。ここら辺だけ少しもう微調整ぐらいでチョップカット入れて、そうするとよりちょっとこなれた感が出ますんで。何年か前に髪の毛すごく少なくなったように感じたことがあって、ハゲちゃうのかしらと思ったことありましたよ。ありました。5年前かな。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、大丈夫ですよって言われて、娘からお母さん少なくなったねってやはり。お嬢さんってそうそういうこと言いますよね。全国のお嬢さんってみんな同じようにお母さんをどうしたいんですかねって思う時が少なくなったねって言われて、息子で言ったらいや大丈夫だよって言うのね。全国のいやもういろんなやっぱり方に聞きますよ。お嬢さんってみんな辛口なんです。母親に対して。そう。まあ同性ですからね。なんか娘に前髪変って言われちゃってとか、娘にそんないい年してその前髪どこなのとか言われちゃったとかよく聞きますね。まあ皆さん仲いいってことですよね結局。そうですね。喧嘩ってはしたいですね。そう。いやそういうの言い合えるっていうのは男って実際ね息子さんとか大して興味ないから当たりさそう当たり障りのない答えを言うけど、2人ともね髪の毛が多いってことで恨んでますね。息子も。息子さんも。まあしょうがないじゃないですかね。そうなんですよ。だからね親からもらって。さらにご先祖様がね。私の母もやはり多かったし癖もあったしっていう。そうでしょ。だから別に多いのがいいのよっていう。実際ねなんかねお嬢さんだってお孫さんに恨まれるかもしれないね。代々続いていくかもしれないですね。でも薄毛で悩む方の方が多いですよね。薄毛で悩む方の方が多いですね。だからでもパーマとかあとは白髪染めとかもこだわってあげるとやっぱ頭皮に与えるダメージ全然少ないんで、よしいい感じですね。ちょっとつけます。じゃあ娘に感謝して岩崎さんと長塚さんにも感謝です。ありがとうございます。この後お嬢さんとお食事ですか。そうなんです。本当朝の11時に船橋でって約束してたんだけど。船橋いいですね。先月はねそのライオンに来たんです。ああ銀座ライオン食事と飲みに。いいですね。だからねまたライオンの後ろかなと思って向こう行っちゃったんですよ。で消防署帰って聞いたらああそういうことか。逆ですよ向こうですよって言われてああそうなの。時計を本当見ながらね大丈夫かしらケジャンまでつくかしらって心配しながら。全然大丈夫でした。でも本当8時って正解でしたね。もし9時に出てたらすごい遅刻になって。近所の方もびっくりするよ。私ほらカーマかけたなんての見たことないから。でも短くばっかりしてたから。するかもしれないですね。そうもうこういう感じです。あ本当嬉しいです。襟足もかっこよくないですか。かっこいいですね。バッチリツヤも出て。はいありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました本当に。はい、お疲れ様でした。今日はショートのレイヤー、ショートレイヤーとパーマ、まあしかも時短術ですね。流しを挟まないでノンアルカリのパーマからさらにっていうのをこんな感じでちょっとボリューム感っていうのを出しつつ襟足締めるっていう大変身ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます本当に。いや本当だ。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にありがとうございます。ああ、こちらこそ。ゆっくりどうぞ。あ
っとお手洗い入ってきたい。ああ、わかりました。じゃあこちらにございますんで。じゃあ僕らここですいません。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はいはい。今日めっちゃ巻き金の平川さん。すごいリアクションに困る言葉です。エクステ変えたんですじゃないこれ。変えました。変えました。何が言ったの？心がどうしたの？言ってましたよ、モデルさんも。お休みがないんですね。はい、じゃあそんな感じで休みなく頑張りましょう。無理無理。はい。全然無理。